はい、皆さんはじめまして、ローポリアと申します。まずはですね、ちょっと最初に、こういった形で過去の投稿作品を流しながら、ちょっと自己紹介などなどをしていこうかなと思います。よろしくお願いします。で、まあ、普段はですね、私、映画やゲームのアクションシーンをブレンダーで 3D 化したイラストやを使って、再現した動画を投稿しております。映画、例えばですね、今流れてるスター・ウォーズだったり、マーベルだったり、マトリックスだったり、ルローニケンシンだったりですね、を再現しております。で、ゲームで言うと、龍が如くだったり、ドラゴンボール Z のカカロット、とかを再現しましたね。はい。で、今回ですね、なぜこういった形で、雑談解説配信をしようと思ったのかっていうところなんですけれども、いろいろと理由はあるんですが、一番は今までのやり方にちょっと限界を感じまして、で、何が限界だったかっていうところなんですけど、AI やモーションキャプチャーを使わずにアニメーション、普段作ってるんですけど、1秒作るのにキーフレーム打つだけで4時間とかかかったりするんですね。で、今回、解説する予定のスター・ウォーズエピソード3のアナキン対オビワン、の動画なんですけど、これ4秒弱、多分3.8秒ぐらいだったと思うんですけど、これもキーフレーム打つだけで8時間弱かかってるんですね。で、さらにこれにプラスで、モデリングだったり、背景で作ったり、エフェクトつけたり、効果音つけたり、で、さらにレンダリング、した時間ですね。などなど加えると、多分トータルで制作時間1.5倍、12時間ぐらいはかかってるんじゃないかなと、いうところでして、こんな感じで作ってると、1週間で15秒から20秒ぐらいの動画を作るのが、ちょっと限界なんですよね。それで計算すると、1分の動画作るのに1ヶ月ぐらいかかったりして、で、1ヶ月に1分の横動画1本しか投稿できないってなると、YouTube のアルゴリズム的にも、あまりおすすめしてくれないですし、ってなると、チャンネルは成長しないじゃないですか。で、ありがたいことに、今、現時点で6307人の、登録者がですね、いるんですけれども、まだ収益化が全然できてなくて、再生時間が足りないんですね。で、仮に今後、ルローニケンシン、私の動画で過去に一番再生数が回ってるのがルローニケンシンの動画なんですけれども、それが10万弱回ってるんですが、これぐらい他の動画が何かの表紙で、運よくバズって、で、再生時間クリアしたとしても、継続的にですね、そんな再生数、なかなか、稼ぐっていうのは難しいんじゃないかなという、ところで、まあ、そういった理由で、ちょっとこう、方向性を変えようかなと思った次第ですね。はい。で、あと単純になんですけど、1ヶ月間かけて制作した動画が、滑った時ですね、精神的ダメージがとんでもなくえげつないんですよ。最近の動画で言うと、マトリックスの弾丸よけのバレットタイムのですね、動画とか、全然1000再生もいかなくて、結構メンタル的にしんどかったなというところで、それも一つの理由ではあります。で、以前からですね、コメントで作ってほしいシーンがあったらコメントしてくださいっていうのを、募集はしてるんですけど、私も作りたい気持ちはあるんですが、1ヶ月に1本しか作れない中で、さすがにリクエストにこう答えていくのが非常にね、厳しいんですよ。リクエストに答えて、1ヶ月間かけて作って、再生数100回とかなっちゃうと、結構心が折れてしまうので、そういった意味もあって、ちょっと今のやり方にですね、限界を感じましたので、方向性を変えようかなというところです。で、どういうふうに変えるのかっていうところなんですけれども、これからは
週に1本ですね、数秒、5秒とか10秒とかぐらいのショート動画を作って、で、そのメイキング映像を今日みたいに、雑談解説するっていう、感じでいこうかなと思ってます。こうやってライブ配信すると横動画の再生時間に、収益化条件の、ね、再生時間に加算されるんで、これなら、長尺の横動画を、コンスタントに投稿もできますし、で、ショートがたまったら総集編という形でですね、横動画で出すこともできますし、はい。で、あとは、その数秒程度のショート動画だったら滑ったとしても、なんとかメンタルもそんなダメージは少ないので、それだったら、リクエストに答えていくこともできるんじゃないかなと思いました。例えばですね、配信中にアンケートを取って、次の動画どうしようかみたいなのをみんなで決めるっていうのも、そのうちやりたいなと思ってます。でちなみに、これ、今回のライブ配信、雑談解説って銘打ってはいるんですが、メイキング映像については3倍速で流しますんで、解説はかなり適当になってしまうと思います。そもそもなんですけど、アニメーションの作り方は全部自己流でやってるんで、その誰かに教えられるような知識や技術もね、特にないので、必然的に雑談の方がメインになってしまう、という形ですね。なので、ぜひですね、いろいろコメントで話題を振っていただければと思うんですけれども、現在ですね、同時視聴者数が1になってまして、これ自分でですね、チェックするために見てる、携帯から見てるですね、一人なので、今私は独り言を話しているということになるんですが、想定通りです。想定通りなので、引き続きやっていこうかなと思います。はい。ちょっと前置きが長くなったんですが、そろそろメイキング映像を流していきますので、まずは、今回ですね、作る動画の完成版を流しますのでご覧ください。これがですね、だいたい4秒弱の動画をループさせてるんですけれども、このアニメーションをですね、ゼロから作る、メイキング映像をお見せしようかなと思います。で、今日は最初のこのライトセーバーをバチバチぶつけ合うカットですね。こちらのみになります。なんでここだけかっていうと、このバチバチやるカットだけでも、3倍速にして1時間半ぐらいの、尺があるんですね。なので、単純に4時間半、ぐらいかかってる計算になりますので、4時間半、雑談するのはちょっとしんどいかなと、解説雑談するのはしんどいかなというところで、ちょっと3倍速にさせていただきます。はい。で、次のね、このブンブン振り回して、最後、ライトセーバーをぶつけ合うっていうところに関しては、次回のライブ配信で、やりますので、次回もぜひ見ていただければなと思います。はい。それではですね、じゃあメイキング映像スタートします。はい。こちらがですね、もう3倍速で映像がどんどん流れていくんですけれども、こんな感じで私は基本3窓で、作ってますね。カメラからの映像をメイン左側に置いて、あとは真上からの映像と真横からの映像、こんな感じで作ってます。でちなみに今、流れてる BGM なんですけど、これはオーディオストックっていうサイトから集めたものをつなげて、流してます。で、映画のね、
パロディ音楽を集めて、つなげたものを流しますんで、だいたい30分で1周ぐらいします。何の映画のパロディ音楽なのかっていうところもね、ちょっと楽しみにして聞いていただければと思います。で、まず最初ですね、これ今映像流れてるのは、剣を両手持ち、ライトセーバーをですね、両手持ちにさせてますね。最初映像では両手で持って、剣を振りますので、ライトセーバー振りますので。で、今、チャイルドオブっていうボーンコンストレイントですね、を使って、右手を動かせば左手も追従するような、形をとってます。ライトセーバーもね、右手に追従する形を最初にもう取ってたんですけど、右手を動かせばライトセーバーも左手も一緒に動くという形です。で、最初にちょっと伝えておかなきゃいけないこととしては、ブレンダーのバージョンについてなんですけど、これ今ブレンダーバージョン 4.5 で、作ってるんですね。でも今までずっと 4.2 で作ってきてて、今回初めて 4.5 を使ったんですけれども、なのでちょっと操作設定とかがですねデフォルトに戻ってるので、操作ミスがですねちょっと多めになってます。ちょっとそこはご了承ください。特にですね再生ボタン、普通再生ボタンスペースなんですけど、4.2 で作ってた時はシフトプラススペースにちょっと変えて作ってたんで、めちゃくちゃシフトプラススペースボタンを押しまくってます。なんでシフトプラススペースボタンでやってたかっていうと、アニメーションを作るのにあたって参考にしてた動画がそうやってたんで、ただそうしただけです。世の中の大体動画編集ソフトだったり、YouTube もそうなんですけど、再生ボタンって基本スペースなんで、もうスペースに合わせようかなと思った次第です。で、あとたまにですね、4.5 じゃなくて 4.2 で作っちゃったりとか、作ってるシーンが入ってたりとかするんで、間違えて。で、そうなると、メイン画面の左下にある、左のメイン画面の左下にある、何を押したかわかるですね、アドオンの表示をオンにするのを忘れてたりとかするので、ちょっとそこが一部欠落してますが、そんな難しいですね、作業してるわけでもないので、大丈夫かなと思います。で、これ、本当に人生初配信という形なんで、設定とかがですね、うまくいってるかわからなくて、動画にこうやって肉声をつけるっていうのも初めてなので、音量バランスとかですね、かなり不安なところがあるので、遠慮なく、ちょっと聞きづらいところがあったらコメントとかで言ってもらえればと思います。普段ですね、人のライブ配信とかも全然見ないので、そのライブ配信の勝手がちょっとわからないところもあるんですが、そういったところもちょっと多めに見てほしいなというところですね。で、あとはですね、ブレンダーについては本当に独学でやってるので、間違ったこと言ったり、効率の悪いことやってたりする可能性が非常に高いです。なので、私の言ってることは、あまり信用しないようにしてください。で、逆にですね、ブレンダーに詳しい方とかは、ちょっとローポリアちゃん、ここ間違ってますよと、このやり方の方が効率いいですよと、教えていただけるとすごく嬉しいので、はい、お願いします。はい。で、一応ここまではですね、台本をある程度書いてきたんですけれども、ここから先はちょっと、そんなに台本も作ってなくて、割とノープランという形になるので、一応ですね、目標目安としては、
だいたい2時間弱ぐらいの配信になるかなと思ってます。あとですね、2時間弱、果たして話が持つのかという、ところが不安なんですが、はい。そうですね。アニメーション作るにあたって、皆さんも多分ブレンダーでアニメーション作ろうかなって思った人は、あると思うんですけど、アニメーションの、なんていうんですかね、チュートリアル動画って全然ないですよね。なんかあったとしても、A 地点から B 地点までこう直線的に動かして、そのキーフレームはこうやって打つんですよみたいなのぐらいで、こうやってキャラクターを複雑に動かすみたいな、それのチュートリアル動画ってなかなかないと思うんですよ。なんであんまないのかなって考えたときに、多分アニメーションって一番そのブレンダーでの作業の最後になると思うんですよね。最初にまずモデリングして、その後ボーン入れて、ウェイトペイントをして、テクスチャー作って、で、表情とかするんだったら、シェイプキー作ってとか、で、あとそこからさらに背景作ったり、ライティングしたり、カメラ操作したりとかで、アニメーション作るまでにこの工程が非常に多いからですね、ここにたどり着くまでに脱落する人も多いんじゃないかなと。っていうことはあまり需要がないから、こういったアニメーションのチュートリアル動画も少ないんじゃないかなって思ったんですけど、ただですね、検索数自体は非常に多いみたいで、需要はあるんじゃないかなと思いまして、YouTube スタジオに、デフォルトでついてる機能で、Ask Studio かなっていうのがあるんですけれども、AI ですね。YouTube 専用の、チャンネル専用の。そのチャンネル専用の AI に聞いても、このアニメーションのチュートリアル動画はブルーオーシャンだぞと。めっちゃいいぞと。他になかなかやってる人いないぞということで、背中を押してもらったので、こういった形で、配信している次第です。で、今これ背景で3倍速でメイキング映像を流してるんですけれども、等倍速のメイキング映像が見たい方も多分いらっしゃると思うんですね。ただ最初にお話ししたんですけど、等倍速だとですね、もうちょっと時間がとんでもないことになるので、ちょっとそれは難しい。ではどうするかっていうと、ゆくゆくはですね、収益化できた後にメンバーシップ限定で、公開しようかなとは思ってます。なんで一般公開しないのかって言いますと、そこまで多分需要は多くはないと思うんで、あと普段の投稿している動画との方向性もちょっと変わると思いますんで、普通に公開しても多分再生数全然回らなくて、で、どんどんチャンネルの成績悪くなってみたいな、負のループに陥りかねないので、ちょっと申し訳ないんですけれども、メンバーシップ限定でやりたい、公開したいなと思ってます。ただね、もしなんか、めちゃくちゃ需要があるとか、いうのが分かったら、一般公開するかもしれないです。はい。そうね。このアニメーションを作るにあたって、どのパーツからキャラクターを動かすかっていうところなんですけど、これって皆さんどこから動かすんですかね、普通。私は、だいたい腰、今回これで言うとヒップっていうところをまず動かして、それを動かすと上半身が連動して動くんで、上半身をまず基本動かして、それに合わせて、手や足、頭の動きをつけていく。頭が多分結構最後になりがちではあるんですけど、っていう感じですかね。これも完全に独学というか、
独自なやり方なんで、もしかしたらもっと効率のいいやり方があるのかもしれないです。で、あとこのライブ配信ですね、やろうと思った理由として、さっき最初の方に話した理由以外に、最近すごい YouTuber の収益化剥奪祭りが起こってるじゃないですか。あれって結構、その肉声とかでやってない、ゆっくりボイスでやってる方が多かったりとか、するんで、いわゆる非俗人化ってやつ、非俗人動画ってやつですよね。が結構、収益化剥奪されたりしてるんで、こうやって肉声で話した方が、もしね、収益化できた後、剥奪されないんじゃないかなと思いまして、それも一つの理由ですね。あとはこうやって、ある程度俗人化しないとですね、これから先、もうこのすごい AI の発達がすごいですから、生き残れないんじゃないかなと、チャンネルとして思いまして、もう最近の AI すごいじゃないですか。本当に現実と区別がつかないような AI 動画が氾濫してるんで、その中でこんなね、ローポリゴンの CG アニメーション見る人ってあんまいるのかなっていう。ってなった時に、こうやって実際にですね、肉声で話してみて、で、俗人化して、個性を出すしか AI 動画と戦う道はないんじゃないかなと、思いました。なんか、おすすめとかにも上がってくるんですけど、アニメを実写化してみた AI で、みたいな動画、なんかナルトとかの上がってくるんですけど、あれもすごいですよね、本当に。なんかこの手作業で CG 作ってる身からすると、非常に怖いというか、なんか自分で言うのもあれなんですけど、多分ここまで AI 動画が、流行ってなかったら、このチャンネルもうちょっと再生数回るチャンネルだったんじゃないかなと思うんですけど、今でもね、ありがたいことに、6300人ぐらいの方が登録してくれてるんですけど、もっとね、伸びたんじゃないかなとは正直思ってますね。一応ですね、自分の想定としては、もうちょっとですね、見に来てくれる人はいると思ったんですが、誰一人見に来てくれてないのかな、今のところ。で、さらにコメントも0件なんで、なんかこう、コメントしてくれる人とやり取りしたいな、それで時間つなぎたいなとは思ってたんですけど、ちょっと、それも難しいので、ちょっとまたじゃあ雑談を一人で続けたいと思います。ブレンダー始めるにあたって買った参考書が2つありまして、1つは初めての 3D モデリングブレンダー3超入門っていうね、表紙にキツネさんが多分映ってたやつなんですけど、これと無料で始めるブレンダー CG アニメーションテクニックっていうね、これ多分表紙に犬とか牛かなが映ってたとは思うんですけど、この2冊を買いまして、まずは手探りで参考書見ながらやってました。初めての 3D モデリングブレンダー3超入門の方がモデリングの参考書で、
無料で始めるブレンダー CG アニメーションテクニックがアニメーションの方の参考書ですね。全然どちらも素晴らしい参考書でして、最初の方はですね、よく見返したりしてました。多分これブレンダーのバージョンがどんどん新しいのが出るにつれて、それに対応した参考書も出てると思いますので、最新のをね、買ってブレンダーやってみたい人は始めてみるといいと思います。で、あと、そうですね。普段、このブレンダーに関して参考にしているチャンネルなんですけれども、まず、この、こんにちは。こんにちは、焦げしゃくさん、こんにちは、はじめまして。初コメですね。私の人生の初コメですね。ありがとうございます。今ですね、ちょっと、YouTube で参考にしているチャンネルについてお話ししてたんですけれども、まず、なんでというか、このイラスト屋を使って、アクションアニメーションを作ろうと思ったのかっていうところで言うと、参考にさせてもらったチャンネルが、まず、3D のメモ帳さん、でして、これがイラスト屋を 3D 化するっていうね、ブレンダーで、っていう動画を公開してまして、それを非常に参考にさせてもらいました。で、これと、あと、素人が CG アニメーション始めてみたっていうチャンネルさんがあるんですけど、これがですね、なんだかたまたまおすすめに上がってきて、それ見たら、素人がこれだけの期間で、こんだけの動画が作れるようになりますみたいな内容のもので、だったら、この2つを組み合わせたら面白い動画作れるんじゃないかなって思って、こういったですね、今みたいな動画を作るようになったっていう感じですね。で、その素人が CG アニメーションを始めてみたさんの内容で、コロソっていうサイトのマイナス T さんっていうね、韓国人の CG クリエイターさんの、講座レクチャーの方の講座ですね、を受講してどうなるかみたいな動画だったんですけど、なので私も全く同じですね、講座をコロソのマイナス T さんの講座を受講して、こうやってブレンダーでアニメーションを作るっていうのを頑張ってます。ただ100時間ぐらいね講座があるんですが、ちょっと100時間はやってません。実際半分ぐらいの50時間ぐらいですねしか受講してません。っていうのも、もうその50時間ぐらいやったぐらいでチャンネル始めちゃったんで、もうそこからはちょっともうチャンネルで動画作る方に精一杯になっちゃって勉強ができてないっていう感じですね。初やったー。絶対メイキング聞きたかったので嬉しいです。出先なのでずっと聞けないのが残念。出先なんですね。でもこれアーカイブに残しますんで、ぜひアーカイブで見てもらえればと思いますので、はい、ありがとうございます。で、その50時間半分ぐらいやっただけでも、私が作ってるぐらいの動画は作れるようになるっていう感じなので、皆さんもぜひね、お気軽にブレンダーで 3D アニメーション作ってみてはいかがでしょうかというところですね。で、未経験だったのですね、驚きました。もう完全に未経験でした。実際、初めてブレンダー触ったのが去年の1月末ぐらいですね。なのでブレンダー歴はまだ1年半もないぐらいです。で、一番最初に投稿した、スター・ウォーズエピソード1の、オビワン VS ダースモールですね。これを公開したのが6月の終わりぐらいなんで、
まあ、大体初めて触ってから5ヶ月間ぐらいで作った動画、実際に作り始めたのは多分4ヶ月ぐらいの時に作り始めたんで、まあ、それぐらいやればあれぐらいの動画は、まあ、作ることは一応できるということですね。で、あと、まあ、普段どういったチャンネルを参考にしてるかっていうと、例えばこのライトセーバーを持ったり離したりとかですね、いうので、まあ、チャイルドオブっていうボーンコンストレイントを使ってるんですけれども、まあ、これで参考にさせてもらったのは、あかりノートさんですね。あかりノートさんのキャラクターがバットを持ったり置いたりみたいな、チュートリアル動画があったんですけども、ちょっとそれを参考にさせてもらって、まあ、こうやってライトセーバーを持ったり離したりしてます。で、まあ、あとそれ以外はですね、その都度、再現力やレイアウト力がとても高く見えますが、何かしら映像の知識などはあったんですか？そうですね。全くないですね。強いて言うなら、まあ、子供の頃からよく映画を見ていたぐらいです。で、まあ、アラフォーなんですけど、年齢は。アラフォーなんですけど、まあ、私が子供の頃って、だいたい木曜から日曜まで夜9時からいろんなチャンネルで映画がやってたんですね。木曜がテレ東、金曜がちょっと覚えてないな。まあ、やってたんですけど、日曜洋画劇場とかね。まあそういったので、まあよく映画は見てました。で、別に今まで生きてきて、その映像に携わるような仕事とかは一切したことなくて、ただ、アラフォーになってから、初めてブレンダー触ったっていうような感じです。なので、まあ、そんなね、難しい知識や技術なくても、こんな感じで動画作れます。まあ、ちょっと話戻りますけれども、普段参考にしている他の YouTube チャンネルで言うと、笠原 CG さんとか、3D ニャンさんとか、3D ビビさん、あとは猿でもわかるブレンダー、猿ブレですね。まあ、この辺のチャンネルを、まあ、よく見てはいます。で、まあ、あとは、すごいなって思うチャンネルで言うと、女の子が格闘技で戦うっていうCG を作られてる、あさとしセカンドさんは、すごいなと思いますね。すごく丁寧なアニメーションだなって、あんな作れないなと思います。アニメーションの作り方動画で、まあ、数は少ないんですけど、ネットに公開、YouTube 上にあるのって。で、その数少ない中でも、そのアニメーション作るときにその動きですよね。私は、数フレームごとにキーフレーム打って、それを、まあ、リニアだったり、ベジェでつなぐみたいな感じで映像作ってるんですけど、まあ、多分みんなそうだと思うんですけど、そのつなぐ時のベジェの、その、なんていうんですか、加速具合というか、減速具合とかを結構、なんていうんですか、F カーブっていうのかな、あれ。F カーブで、調整されてる方多いと思うんですよね。こうなんですか、丸から出た棒を引っ張って、加速度を変えてみたいな。でも私一切それやったことなくて、基本的にそのキーフレーム間をつなぐ補完はリニアかベジェの1番、これ多分ブレンダーやったことある人なら分かると思うんですけど、1から5まで加速度の度合いがあって、で、それ
プラスなんかもう2つぐらいあるのかな。でも私もう1番とリニアで、だいたい9割ぐらいです。で、残りの残りの 9% ぐらいを2番、3番で、残りの 1% が、まあ、それ以外ぐらいで作ってます。多分あれね、加速度とか本気でやりだしたら多分沼にはまると思うんで。才能がすごい。モデリの方はモデリングの方は、かなりこれ適当に作ってまして、正直モデリングがですね、あんま得意じゃないというか、あんま好きじゃないというか、いう感じで、もうなんかデフォルトで、なんか2パターン、3パターンぐらい作っといて、それをちょっと大きさ変えたり、髪型変えたり、まあ、ヒゲつけたりとかやってます。で、そのモデリングのやり方は、さっきお話しした、3D のメモ帳さんですね。がですね、非常に詳しく、作り方を公開されているので。なので、私はちょっともうモデリングは、適当、アニメーション頑張るみたいな感じでやってます。で、今、ちょうどこれ。モデルもリグもご自身一人だったとは。そうですね。一人でやってますね。全部一人でやってます。なので、リソース割けないんですよね。もうアニメーション全振りしないと、もう、時間がないんですよ。モデリングに割く時間、テクスチャーペイントする時間とか。なので、いかに、なんですか、低コストで、この最大限のリターンが得られるかっていうのを考えてやってます。だからね、結構ね、リグとか、関節崩壊してますからね、よく見ると。そうで、今話そうと思ったのが、今、剣を振りかぶった手が頭の上に来て、めり込んでるじゃないですか。これ、キャラクターの頭がでかいせいで、手を頭の上に持っていくのが非常に難しいというね、難点を抱えてまして、もっと頭小さく最初からしとけばよかったなとは思ったんですけど、でもこれで頭小さくしちゃうと、こう、イラスト屋感がなくなっちゃうしっていうところで、まあちょっと小さくはしてるんですけれども、これ以上小さくするとちょっと違和感が出るかなというところで、だから非常にね、うまい具合にカメラから見たら別にめり込んでるのがわかんないような感じで作ってます。だから今もう頭の中貫通してますよね、腕が。でもカメラから見ると別にそうは見えないんで、こういった感じでね、だまし作ってはいます。はい。そうですね。あと、参考にしている YouTube、ブレンダーじゃないんですけど、チャンネル運営とかについて参考にしているチャンネルは、YouTube 集客チャンネル株式会社イーバルさん。これ菅野さんっていう方が代表でやられているチャンネルなんですけど、これはもうよく見てますね。あと、YouTube の中の人さん、あと YouTube マスター D さんはよく見てます。YouTube 運営ってめっちゃ難しいんですよね。自分では面白いと思っても全然動画伸びなくて、ね、自分の中では出した動画全部10万再生いくつもりで出してはいるんですけど、10万再生いった動画は一つもないというね、悲しい現実なんですけど、
ショートもね、これ100万再生いくだろうって毎回思って出してるんですけど、100万再生いってる動画は一つもないと。ああ、厳しいですね。で、あと何ですかね。映画、結構こう映画を題材にした再現動画を作ってるんで、基本映画は好きなんですよ。で、映画、そうですね、映画についてよく、たまにというか、よく見る YouTube チャンネルだと、解説系ですかね。だと、おまけの夜さんとか、北海道連さんとかは、よく見てます。ああいった感じでね、すごい、なんていうんですか、めっちゃ解説詳しい、すごいと思うんですよ。私、そんな、映画好きだけど、そんな知識とかも全然ないから、全部、基本にわかなんで、映画も全部王道が好きみたいな。スター・ウォーズ、マーベルみたいなね。アルマゲドン、インデペンデンス・デイみたいな。こういった、王道が好きなんで、ああいった感じで、なんかその、作り手側の、なんていうんですか、詳しいその気持ちのところとかまでは全くわからないというね、映像美のところとかもね、詳しくはないし。そうだな、あとは、素材、この、アニメーションを作るにあたっての素材ですね。についてちょっとお話ししようかなと思うんですけど、この背景、今ちょっとね、もう背景これ、邪魔なところは消して、重くなるから消してやってるんですけど、この和室は、ブレンダーキットにある、和室をそのまま使わせてもらってます。非常にね、ブレンダーキットってね、素晴らしいアドオンがあるんですけれども、ブレンダーキットがあれば背景作るのがね、本当に非常に楽になるという感じですね。無料でかなりの、素材が使えますんで、有料にするとね、全部使えますから、私は一応ちょっと有料にしたんですけど、ブレンダーキットすごい、ね、めちゃくちゃハイクオリティな素材が、自由に使えますんで、非常におすすめです。アドオンね、入れてみてください。で、あと、今回は使ってないんですけど、外の動画とかを作るときに使ってる、空ですね。空の。多分見つかってないだけで100万再生ポテンシャルあると思ってますしょう。ありがとうございます。ねえ、100万再生いってくれればいいんですけどね、なかなかね、伸びないんですよ。もっとね、見つけてほしいですね。見つかりたいですね。そう、空をね、360度の空、を、作るというか、に関しては、ポーリーヘブンなのかなちょっと、発音の仕方がわかんないんですけど、っていう、サイトからですね、HDRI を、拝借して使ってます。非常にこれもすごいありがたいサイトですね。360度の画像を無料で使えると。しかもハイクオリティの 4K、8K、16K まであるのかな。あとはその素材のマテリアルですよね。素材のマテリアルと同じだ。素材のテクスチャ
とかもポリヘブンにはありますんで、木の素材とか、畳とか、砂、砂利とかね、いろいろありますんで、鉄とかね、錆びた鉄とかもね、これも無料で使えるので、素晴らしいサイトですね。で、あとは、音楽は、BGM とか SE っていうのは、ほとんどオーディオストックっていうサイトからダウンロードして使ってます。これもね、素晴らしいサイトで、非常に多種にわたる素材がね、これは、ハベンいいですよね。ポリハブンいいですよね。この発音の仕方がね、ちょっとわかんないですけど、なんかポルノハブンにって今ねなっちゃってますけど、ポーリーヘブンですね。はい。あれはめちゃくちゃ助かってます。そう、オーディオストックはね、ちょっと有料にはなるんですけれども、これもですね、すごいいろんな、音楽とか BGM とか、SE とかね、使い放題なので、おすすめですね。なんかテレビとか見てると、たまに、あれこれ、オーディオストックの音源使ってるなとか、普通にありますからね。音楽使ってるなとか。YouTube 見てってなんか、エガちゃんのチャンネルのオープニングも、オーディオストックのなんか音楽からの音楽使ってるなって思いましたね、見てて。なので、プロも非常に使われているオーディオストック、おすすめです。で、あと、そうですね、動画編集ソフトについてお話しようかなと。で、基本も私はゆっくりムービーメーカーで作ってます。で、一個だけ、デッドプール VS ウルヴァリンの動画だけはプレミアプロで作ったんですけど、もうそれ以外は全部ゆっくりムービーメーカーで作ってますね。ゆっくりムービーメーカーもね、無料で素晴らしい機能が揃ってて、本当に無料なのかっていうね。で、今回このアナキン VS オビワンのエフェクト、ライトセーバーがバチバチ当たった時の光は、ゆっくりムービーメーカーで後からつけてます。ブレンダーでつけようとも思ったんですけど、どうにもちょっとうまくいかなかったんで、もう後からゆっくりムービーメーカーで上からつけちゃいました。一番最初に投稿してるオビワン VS ダースモールのライトセーバーのバチバチの光もあれゆっくりムービーメーカーでつけてます。どうだろう、これぐらいかな。そうですね。じゃあせっかくなんで、スター・ウォーズのこの動画なので、スター・ウォーズについてちょっと話そうかな、みたいな。でも、って言ってもね、私、先ほどもお話ししたんですけど、にわかなので、そんな詳しいことはわからないんですが、スター・ウォーズは結構好きで、子供、世代的に、1、2、3世代なんですよね。うん。なので、私の中では、1、2、3が、もうコード全部付けがたいぐらい好きで、その次が、4、5、6。これ、4、5、6も並んでる感じですかね。で、その次7があって、それ以降はちょっとわからないっていう感じですね。8はね、映画館に見に行ったんですけど、ちょっとその時の記憶があまりないですね。で、9もなんかどうやらやってたみたいなんですけれども、映画館には見に行かず。っていう感じで。なので、私としては、もう完全に1。落ちなければ、
後でアーカイブ楽しみにさせていただきます。はい、焦げしゃくさん。はい、ぜひですね、アーカイブ全部見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ちょっと話戻りますけれども、完全に123が思考と思ってまして、なんで123がいいのかっていうと、私は完全にライトセーバー中と言いますか、ライトセーバーでのバトルが好きなんですね、デュエルが。で、456もライトセーバーのデュエルはあるんですけれども、やっぱりそのスタイリッシュ感、で言うと123がやっぱりね、いいんですよね。子供の頃にエピソード1のオビワン VS ダースモールを見て、なんだこれはと、こんなすごい映画があるのかって思った記憶がありまして、でもそこからは先は将来の夢はジェダイでしたね。うん。1はラストのデュエル以外いらない派。ね、いらっしゃいますよね、そういう方も。でもやっぱりそういう方でも最後のデュエルはやっぱ認めざるを得ないっていうところですよね。確かにね、ストーリーとかね、ジャージャービンクスがうざいとかね、いろいろあるんですけれども、ワンは。でもね、最後のね、デュエルを生み出しただけでも、めちゃくちゃ功績としてはでかいんじゃないですか。うん。そうですね、エピソード1で入って、で、そこから2、3と共に成長してきた感じで、これ私だけなのかなと思うんですけど、やっぱりその3でアナキンがダークサイドに落ちて、ダース・ベイダーになっちゃうじゃないですか。あれね、3見るたんびにね、あれなんか記憶違いだ、前に見たのは記憶違いで、ここから先、実はアナキンは、なんかジェダイで活躍するんじゃないかなって、なんか毎回思ってます。見るたんびに。結局ね、そのたんびにね、ダークサイドに落ちちゃうんですけど、そういう世界線になんかいけてないかな、みたいなことを思いながら、3は見てます。で、なんかこう、456と123って結構世代間格差があって、なんか、バトりがちじゃないですか。で、これってでも、なんかこう、やっぱなんか年齢が大きいと思うんですよね。どの、作品と共に育ってきたかっていうところで。で、って考えると、今のその若い子、若い子、20歳とか25とか、それぐらいの若い子たちにとっては、789がバイブルになるんじゃないかなってちょっと考えた時期もあったんですけど、さすがにないですよね、それは。8に関しては。フォースってそんな、ね、何でもありじゃないよねって思いましたね、あれは。それまで全部ブルーレイ買ってたんですけど、もう8は買わなかったです。789はないな。本当にないですか。7はね、でも私、割と面白かったなと思うんですよ。その9大点っていうぐらいの感じ。一応なんかその、4をなぞってるじゃないですか。割と。で、なんかその、可もなく不可もなくまとめた感は、なんか
あると思うんですよね、7に関しては。まあ、でもただやっぱ物足りないのとしては、ライトセーバーのデュエルがちょっと全然ね、なかったので、物足りなかったですね。そう、ライトセーバーのデュエルもね、なんであんななっちゃったんですかね。その、7以降のライトセーバーっての。そうね、7はまだ希望があったね。ね、7は希望ありましたよね。ライトセーバー、なんかその、ぶっちゃけ、私、その、8でちょっと熱が冷めちゃって、一応9も見ることには見たんですけど、もうあんま覚えてないんですよね。で、それ以降、やっぱ、なんかいろいろ出てるじゃないですか。オビワンとか、マンダロリアンとか。ちょっと、アソーカとかね。その辺ちょっとあんま見てなくて。でもなんかその YouTube とかで上がってる切り抜きとか見ても、なんかライトセーバーのそのバトル、なんかもっさりしてますよね。なんでもっとこう、ね、スピード感持ってできないんだろうって。なんか普通に、ファンメイドみたいな。で上がってくる素人がライトセーバー振ってる方がね、全然、なんかそれっぽいという。なんであんなことになっちゃったんだろう、ディズニーは。っていう感じですね。なんか、なんか一説によると、なんかその、これに傾倒し始めた。ファンタジーと現実を混ぜすぎなんですよ。なるほどね。そう、なんかその、ライトセーバーもなんか実際になんか、重いの使ってやってるからあんななっちゃってるみたいなのを聞いたんですけど、でもそのね、ポリコレもね、やりすぎは良くないですよね。もう完全にいろんなところで失敗してるのが出てるじゃないですか。8も完全にポリコレ対策してましたよね。アジア人と、黒人が恋に落ちてみたいな。ああいうことやりだしちゃうと、ね、ちょっと面白く、あれで面白ければね、全然いいんですけど、まあちょっと面白くなくなっちゃうと、まあ見なくなっちゃいますよね。まあそんなんで、まあちょっとしたらマンダロリアンが、まあ劇場公開されるじゃないですか。マンダロリアンちょっとドラマ見てないんで、どうしようかなって思って、一応ディズニープラスには入ってるんですけど、マンダロリアンはなんかめっちゃ面白いっていう話を聞くんで、まあ、マンダロリアンぐらいは見とこうかなって、まあちょっと思ってたり思ってなかったり。まあ、せっかく映画も公開されるんで。だってダースモールのシャドウロードもうディズニープラスで配信されましたけど、なんか全然話題になってないですよね。なんか世の中の、なんかもともといたスター・ウォーズファンって多分、7、8、9あたりで結構冷めてる人が多いんじゃないかな。私みたいに。まあどうなるかですね、マンダロリアン。まあ言うてるうちにだいぶ。マンダロリアンは3話で力尽きた。帯、1もそうだけどドラマだと状況なんですよ。私もね、マンダロリアンね、多分3話ぐらいでね、脱落してるんですよ、ちょうど。もう、その3話もあんま覚えてないですけど、ね、なんか、本当に、すごいいい言語化できてますね。なんかドラマ、アメリカのドラマ、海外ドラマって、どうしてもなんか間延びするじゃないですか。なんかどうでもいいシーンを長ったらしくやってたりとか、まあ、
お金になるからね、あえて伸ばすんでしょうけど、海外ドラマも結構そう好きで、まあ昔で言うと24とかロストとかですかねは見てましたね。でロストは最後まで見てないんですけど、途中でちょっと脱落して、24もどこまで見たかもう覚えてないですね。でも、まあ、最近海外ドラマちょっと1個じゃないな、まあいくつか見てて、最近はちょっと遅ればせながらブレイキングバッドを全部見ました。あれはね、あんまりなんか間延びとかはそんなせずに、まあいい感じで終わりましたよね。でもなんかすごい前評判が良かったで、かなり期待してみたんですけど、まあちょっとかなり期待してしまった分、ちょっとそこまで言うほどなのかなって思ってしまったところはちょっとありましたね。でもその海外ドラマあるあるのなんか尻すぼみになってしまうみたいなのはまあ一切なくて、後半になるにつれてどんどん面白くなっていくっていうね、あれは良かったですね。まあ一緒にブレイキングバットのスピンオフのなんだピンクマンがあの後どうなったかみたいなやつも映画見ました。あれネットフリックス限定なのかな。あとはそのベターコールソウルもちょっと見たいんですけど、あれ結構シーズン5ぐらいまでありますよね。ちょっとどうしようかなって、最初の1話だけ見て、ちょっと面白いなとは思ったんですけど、これあとシーズン5まで見るかなってちょっと悩んでるところですね。で、あとはリアルタイムで今、クライマックスに来てるのが、やっぱザ・ボーイズですよね。うん、ザ・ボーイズはね、気になりますね、この後どうなるのか。ホームランダー、なんか結構クソ野郎とか、ね、言われてますけど、なんか私別になんか、すごい人間臭さがあっていいなって、ね、いいキャラだなって、思いますね、あれは。なんか結構、なんですか、感情移入する部分も多いし、自分ももしこんな無敵な能力手に入れたら、こんななっちゃうかもな、みたいな、思いますね。言うてる間にですね、メイキング映像の方は残り30分を切ってますね。だいたい今、54分。で、ここからあと、30分ぐらいですね。こう、メイキング映像を見てもらうと分かるんですけども、本当地味な作業の繰り返しです。ちょっと角度変えて、いや違うな、もうちょっとこれ上かな、横かな、角度変えて、みたいな。なんか自分なりのコツというか自分なりの、コツっていうのかな、なんですけど、このライトセーバーとライトセーバーがぶつかるところって、実際にぶつかってるように見えれば、別にぶつかんなくていいとは思うんですけど、なんか実際にぶつけた方が、なんかこう、やっぱ臨場感が出るからと思うんで、実際にぶつけるようにキーフレーム打ってますね。あとはなんかその人間が実際に動くときって結構揺れたりとかねするじゃないですか。だからその微妙に足を動かすとかするとなんか本当になんかちゃんと
人間が動いてるように見えるというか、ロボットじゃなくて。まあちょっと3倍速なんでね、早すぎて何が起こってるかちょっと分かんないところも多いと思うんですけど。まあちょっと話すこともなくなってきてはいるんですけど、最近の悩みをちょっと話そうかなと。我が家のトイレの換気扇が弱すぎるっていうね、非常にセンシティブな問題がありまして、全然匂い消えないんですよ。本当に弱くて、残るときはね、多分4時間ぐらい残るんですよ、匂いが。私のがそんな臭いわけではなくて、普通の換気扇ならね、全然10分、20分で消えると思うんですけど、4時間ぐらい消えないんですね、換気扇弱くて。それがちょっと悩みですね。なので、家にこう友人を招待できないという。まあ、どうでもいいですね。まあ、もうちょっとね、皆さんから質問があるかなと思ったんですけど、なんかあまり質問がなくて、ちょっと今、話題に困ってる次第です。全然ね、遠慮なさらずに何か質問があれば、質問していただけるとね、すごく助かります。そうですね。じゃあ、最近の時事ニュースでもちょっと話しますか。やっぱ最近一番話題なのは、あれですかね、全裸シャンパンタワーですかね。あれあれすごいですよね。お金持ちってああやって遊ぶんですかね。でもなんか羨ましいとはあんま思わないですけれども、やっぱお金持って飽きちゃう、いろんなことをやって飽きると、ああいうことやりたくなるのかなって思いますね。思いますねっていうか、そうとしか考えられないですね。もし自分があんな、なんですか、お金いっぱいあったとしても、普通になんていうんですか、あの中の女の子の一人とね、いい感じになる方が良くないかなと思うんですけど、ちょっとわかんないですね、その感覚は。まあ、時事ニュースもちょっとやめときましょうか。じゃあもう、メイキングの方の解説していきましょうか。今ね、足を、こ人に金を使えない時点でたかが知れてる。なるほどね。その人に、そうか、1万円でっていう話です。っていうところですかね。なんか、でも1万円は逆に、なんか失礼だから1万円にしたみたいな、なんか、あり、言い訳というかはされてましたけど、まず、普通に失礼ですよね、1万円は。
さっき話したようにね、こうやって足をこうこまめに動かすと、やっぱりちょっとなんかこの体重移動してる感が出るので、ちょっと臨場感が出ますよね。結構ね、この膝や肘の角度、これがね、めんどくさいんですよね、キーフレーム打つの。でもね、めんどくさいけど結構重要というか、これのあるなしでね、かなり体重移動してる感とかが出るんで、でこの足が接触してる、地面と接触してる、今回畳ですけど、このね、接触してる時の高さをね、どうするのかとかね、ちょっとこの、アウトラインが、黒いアウトラインがあるじゃないですか。これがね、半分消えかかってるぐらいがちょうどよく見えたり、これがね、全部見えてるとね、ちょっと浮いて見えたりね、するんで。ちなみにですね、このアウトラインは、なんだっけ、アウトラインの作り方は、ちょっと待ってくださいね。ちょっとど忘れしました。アウトラインの作り方。そう、背面法。背面法ですね。背面法でアウトライン作ってます。で、これね、最初の、一番最初に投稿した、オビワン VS ダースモールの背面法は、あれね、EB で出力してるんで、よくある背面法なんですけど、今この、この動画もそうなんですけど、このアナキン VS ね、オビワンもそうなんですけど、アベンジャーズエンドゲームの動画、キャプテンアメリカ VS サノスの動画以降はサイクルズで出力してて、で、そこから先、イービーと同じ背面法だとね、できないんですよ。アウトライン引けないんですよ。なのでね、それができなくて、非常に困りました。でもね、ちょっと頑張って調べて、サイクルズでもできる背面法っていうのを見つけて、それで今やってる感じですね。なので、2個目に出した動画、デッドプール VS ウルヴァリン。あれ、アウトライン引けてないんですよ。っていうのもあれね、引き方がわかんなくて。で、次の動画でやっと引き方が分かってできたっていうような感じです。アウトラインがあることによってね、だいぶ、なんかこう、ポップな、アニメ的な感じがしますよね。そう、このね、アナキンが背中側で、ライトセーバーを止めるシーンがあるんですけど、それもう出たかな、ちょっともう、話で全然ね、見てないからわかんないですけど、まだっぽいな。そう、これからあるんですけど、そこがね、非常に難しくて、っていうのも、さっきも話したんですけど、頭がでかすぎて、顔を貫通しないと腕が通らないっていうね。でも、それを不自然には見せられないっていう、非常に
難しい問題があったんですよ。今ちょうど多分そのあたり作ってんのかな。もうちょい後かな。多分ここから頭の後ろに持ってってみたいなシーンだと思うんですけど、動きだと思うんですけど、だからこれ角度、まあ結果から言うと頭をね、変な風に動かしてうまくカメラから見たら見えるみたいな感じで作るんですよね。だから結果、その別角度から見ると首がとんでもない動きをしてるっていうね、ことにはなるんですけど、そうだな。あの、こういった2人のキャラクターがぶつ、ぶつかり合うというか、戦うシーンで難しいのが、なんか距離感、2人の。これがね、非常に難しくて、今回はですね、ほぼ立ち位置最初から動かないんで、割と楽だったんですけど、動きまくる動画だとね、その、距離感が非常に難しいんですよ。届かなかったり、届きすぎちゃったり。ってなると、その届かない時とか、近づきすぎちゃった時とか、その、全部のキーフレーム下手したら打ち直すことになるんで、これはね、結構慎重にやらないといけないんですよね。今ちょっと後ろにやってますね、頭の後ろに。もうほらね、頭がでかすぎるんですよ。なので、ここでめっちゃ時間使ってますね。あとはそうですね、モーションブラモーションブラはかけてます。で、数値は 0.2 でかけてますね。なんかいろいろやったんですけど、多分 0.2 ぐらいがちょうどいいかなと思って、0.2 でやってます。でもただ、カットによっては、モーションブラ切ってたりすることもありますね。そうだ、ちょっと背面法に戻るんですけど、サイクルズでこのやってる背面法だと、不透明度がね、変えられないんですよ。キャラクターが半透明になるみたいなのをやりたいときに、キャラクター自体半透明にすることはできるんですけど、その、アウトライン用の黒い部分は残って、なんか、真っ黒のもの、人型が残るみたいなことになっちゃうんで、もしね、これ、背面法、サイクルズの背面法で、アウトラインも一緒に半透明、不透明度変えられるみたいな方法をご存知の方はね、ぜひ、コメントで教えていただけると非常に嬉しいです。
まあ、そうこうしてるうちにだいぶ映像は出来上がってきましたね。だいたいこれで3時間半ぐらいかかってますね。実際の時間で、ここまで作るのに。その、アニメーションを作っていく順番で、頭が基本的に結構後の方になるんですけど、理由としては、結構ね、上半身の動きっていざこう作ってって、で、例えば2人が戦う場面とかになると距離感がちょっとおかしかったりとかすると、上半身をちょっとこう角度変えたりしてバランス取ったりとか、まあ、上半身をちょっと移動させてバランス取ったりとかするんですけど、ってなった時に、先に頭もすでにキーフレーム打ってると、その上半身を動かしたことによって頭が変な向きになっちゃったりするんですよね。なので、まあ、全部こう上半身の動きとかが出来上がってから頭作る方が、二度手間にならないというか、なので頭は割と後の方にキーフレーム打ちます。向いてる方向がね、全然違う方向向いちゃったりとかするんで。結構いい感じに出来上がってますね。うん、これね、フレーム単位で見るとね、どうしても、もう頭貫通してるんですよ。もう頭でかすぎてやっぱ無理なんで。なので、ここ、すごい頑張ってるんですけど、途中で諦めて、もう頭いいやって感じで諦めてます。まあ、ちょっとね、もう誰もいなくなってしまったんですけれども、まあ、映像はね、まだ続きますので、
まあね、キーフレーム打つのもね、できる限り少なくして、省エネで、やっていきたいんで、あんま打たないように頑張ってるんですけど、打たないなら打たないで不自然になっちゃうんで、そこの折り合いですよね。うん、だいぶもう、ほぼほぼ出来上がってるんじゃないですか。持ったり、ライトセーバーを掴んだり離したりっていうこの動作なんですけど、これね、私も最近までね、結構使いこなせてなくて、チャイルドオブっていうボーンコンストレイントを、なんですか、その関連度を、親子関係をゼロにすると、なんかわけわかんないところに、その、ボーンが飛んでっちゃったりとかして、これね、やっとね、最近、そのなんですか、キーフレームを打つタイミングをね、学んで、そんなことがならないようになりました。私みたいになってる人結構いるんじゃないかなと思うんですけど。このね、アナキン VS オビワン、今回ここだけしか、作ってないじゃないですか。これね、本当は全部作りたいんですけど、もう労力がね、すごくかかってしまうので、全部作るとなると多分年単位の話になってしまうんで、もうこうやってちょっと一部分だけね、作るしかないっていうのがもう現状ですね。でしかもそのままね、作ってもなかなか再生されないんで、こういった感じで、ちょっと、何ですか、面白要素というか、今回その、オビワンをお父さん、アナキンを、引きこもりのクソニートみたいなね、感じで設定して戦わせると。こんな感じでね、作るんですけど、やっぱなかなかね、再生されないんですよね。結局ね、ショートで一番回ったオビワン VS ダースモールの動画もね、結構自販機が置いてあることとかね、ゲーセンのアーケードゲームの機械が置いてあることへのね、ツッコミが多かったんで、そういったね、ちょっと遊び心入れないとやっぱなかなか伸びないですよね。もうどうやらほぼほぼ完成ですね。いろんな角度から、ほらね、このアナキンが頭の後ろで剣をライトセーバー受け止めるとき、ちょっと変な、も
頭が位置に動いちゃってますね。うん。で、あと最後こうやって表情を作ってますね。今回は多分表情ずっと一定なのかな。うん。もうほぼほぼ完成ですね。あとは最後カメラの動きちょっとつけて終わりと。終わりましたね。最初に戻りました。この動画はショートに載ってるのだけですか？ああ、そうですね。横動画にしても4秒とかしかないんで、ちょっと横動画でアップするのはあれかなと思って、上げてないです。ショートだけですね。そのショートが溜まった時に総集編みたいなショート集みたいな感じで、上げようかなとは思ってますんで、はい。ちょっと単体としては秒数があまりにも短すぎるのでという感じですね。もしね、需要があれば、ちょっと、考えようかなとは思うんですけれども。一応ですね、一通りメイキング映像、最初のシーンですね、のところは終わりましたんで、配信もこれで終わりにしようかなとは思います。いっぱいね、コメントしてくださって非常にありがとうございました。最悪ね、誰も来ないっていうのも想定してたんで、そうならなくてよかったなとは非常に思います。で、次回、この絵の続きですね、は、多分月曜か火曜の、またお昼12時からとかかなっていう感じです。どうしてもね、ちょっと夜やりたいんですけど、多分夜の方がね、みんな見に来てくれる人多いと思うんですけど、やっぱ夜、ちょっとどうしても家庭の事情でね、難しくて、どうしても昼しかね、時間取れないんで、ちょっとそこは、厳しいんですけれども。はい。では、これでね、配信を終わりたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。ぜひですね、次の動画も見ていただけると嬉しいです。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録していただけるとさらに嬉しいです。はい。ありがとうございました。ローポリアでした。バイバイ。